はい、皆さん、こんにちは。ジジイの N 版車中泊シリーズ第4回。はいはい。4回か5回かは知りませんけども、このね、引き出しあるでしょ。あまりにもスムーズに動くんで、食事してる時とか、なんかね、作業してる時、スーッとね、元に戻ることがあったんですわ。そのためにちょっとストッパーがいるな、いうことで、こういう感じでストッパーをつけました。まあね、穴の方もぴったり同じサイズにしてるんでね、全然ガタつきもないんですけども、入れにくかったんで、ローでね、入れやすいようにしています。たったこれだけなんですけども、めちゃくちゃね、使いやすくなりました。続いてはこれ、これも作ったんですけども、座ってる時ね、やっぱりあぐらを組んだら足が痛いことがあったんで、家のね、パソコンで使ってた、こういう感じ、同じものじゃないんですけども、椅子があったんで、それの下の部分、金属部分を外して、で、新たに木で、下駄をつけて、こういう感じにしました。はいはい。これでね、で、クッションもちょっとね、置いてみたんでね、はいはい。ほんで、使わないときは、このテーブルの下に入り込むんで、はい、荷物が増えたいうね、そういう感じもありませんわ。続いてはこれ、オレゴニアンキャンパーの、シェルフ、保安官。はいはい。違うやろね。そういう意味じゃない思うけども、あれですわ、食器を乾燥させる色物。はいはい、そんな感じは思うんやけどね。四方がメッシュやし、底もメッシュになっとるし、で、一応3段になってて、で、この部分も、ジッパーで、ここね、こうやったら大きいものでも入れるように、高さ調整、それができるようになってるんでね、大きめのケトルを入れたいな、言うときはね、ここを外して、で、入れてもらったらええんやけども、屋外でも使えるしね、はい、それとね、車中泊なんかで表で洗ってきて、すぐここに入れたら、水漏れるんちゃうってね、思ってたんですけどね、なんかね、一番下だけが樹脂みたいなね、ちょっと硬いんで、ひょっとしたら中に樹脂が入っとるのかな。せやからね、車内に水が漏れることもね、全然ないみたいなんで、表やったらね、食材、パンとか入れても、虫がね、入ってくることもないし、はい、これは屋外で使ってるのかな。こういう感じ。で、3段になってる。はいはい、そんな感じですわ。まあね、一応ジッパーで下まで下ろしても虫が入らないように、一番下だけ横のラインがマジックテープになっとんでね、もう完全にね、密閉してしまうよ。そういう感じですわ。はい、車中泊でね、やっぱしね、洗い物して、雫とかね、ある時に車内に入れるのも嫌やし、拭くのも面倒いしいう時に、これがあったら、それとね、普段使わない時は、これがね、あれですわ、折りたためる。はい、こんな感じで折りたためるんでね、これやったらあっても邪魔にならないなあいうことで、今回購入しました。続いてはこれ、シェフズロール。ややこしいのばっかしやな、ほんまに。はいはい、これでさ、巻き込めるんかな。それと細かな入れ物が3つついてるんで、それがね、取り外しが効くいうことで、好きなのをつけたらええで、みたいな、そういう感じで。はいはい、パンジックテープでね、今も順番ちょっとね、入れ替えてつけてるんですけども、はい、これもね、結構便利なんで、昨日買ってきました。続いては調理器具になります。車中泊なんで安全なようにいろいろ考えて、電熱のヒーターも購入したし、もちろん IH をね、今まで通り使ってるし、それと表で、やっぱね、ちょっと車中泊だけじゃなくして車内で食事する以外でも表でもしたいなあいう時のように、2バーナータイプもちょっと購入してるんで、
はいはい、まあね、いろいろ紹介するんですけども、その中で自分に合ったものだけでもね、参考にしてもらったらいいかなって思ってるんですけども、まずはこれですわ。2バーナー、折りたたみの2バーナーで、ネイチャーハイク。はいはい、OD 間でも CB 間でも使えるんでね。はい、商品自体はさほど目新しいね、そういう感じじゃないんですわ。いつ頃かな、ジェットボイルでもこういうタイプの同じようなのがね、これあるんで折りたたんだらこの上のクッカーに収まるような、はいはい、そういうのがねあったんでね。で他のこれはどこか知らんねんけど、こういうのもちゃんとあるしね。はい、まあ目新しさはないんですけども、まあ朝の一時にこう火を作りながらパン焼きたいなとかね、ウインナー焼きたいないう時にやっぱね2バーナータイプが便利やないうことでこれを購入しました。付属品で、鉄板もねついてるんでね、卵焼いたりウインナー焼いたり、はい、それもね全然可能なんでね。それと前回に紹介してたこの折りたたみ、いろんなものがねなるべくコンパクトにしたいんでこの折りたたみのやかん買ったんですけども、その分ねちいちゃなった部分、この2バーナー突っ込んでも、はいはい、全然問題ないんでね。まあ車中泊といえども車の中ばかりで食事することもないんでね、表でね食事するときはやっぱり、こういう、2バーナータイプのですかね、使い勝手ええんちゃうかな。はい、それじゃね、実際この折りたたみの、ケトル、それをちょっと使ってみますわ。はい、こんな感じですわ。ちょっと滑るな。新品やし。下も新品、上も新品なんでね、ちょっと滑る感じなんで、まあ、水入ってなかったからね、滑るんやけど、はい、こんな感じですわ。で、火つけて、この取っ手部分、掴む部分はね、上に上げとけへんかったら、はい、焦げることがあるんでね、上に上げといてくださいってね。はい、そんなん書いてましたわ。で、ここの横でね、目玉焼き、ウインナー、はいはい、こんな感じですわ。はい、それとね、やっぱね、油もんを、調理する場合、油跳ねて、油跳ねやね、油が跳ねたらあかんので、はい、こういうね、アルミのをつけてますわ。まあ、テーブルの上はね、拭いたらええんやけど、車側のやつはね、やっぱついたら嫌なんでね、はいはい、これも買いました。こんなん600円ぐらいやからね。はい、続いてはこれ、電熱ヒーター言うたらいいんかな。えーっとね、いえーっと、山善さんから売ってるやつで、アマゾンで買ったんですけども、最近ね、他の人の YouTube で車中泊してる人が結構使ってるんでね、同じようなやつでさ、同じものですわ。クッカーとフライパンがついてて、で、このヒーター部分がついてて、はい、これコードね。で、こうやって、湯を沸かす。で、こういった感じで、鍋料理とかウインナー炒めたり、
いろんな料理もねこれで全然できるんで、フライパンもこう滑らないように裏側にねちょっと爪があるんですわ。ほらこれ4箇所。だからちょっと魚っててもフライパンがずり落ちる一応テフロンなんでね。でこっち側の大きい鍋もこれへっこんだがあるんで、ここに食い込んでるんで、はいはい、ずれることないです。車内でずれてこんなね鍋すき焼きこぼれたらもう目も当てられんからね。はい、こういう感じでねローからハイとか保温とか、はい、調整できるんでね。オフがないんかなこれ。よくわからんけど。オンの横なんかな。オンがあるけどもね。はい、まあね、いろいろ紹介してるんですけども、まあ、車中泊で安全なことを考えたら、やっぱね、火使うね、一酸化炭素ね、中毒にならんように、はい、電気系を使った方がいいんちゃうかな。IH にしてもね。はいはい、こういう感じですわ。ね、全然ずれへんでしょ。蓋もちゃんとついてる。ステッカーはね、1ビリの知事やから自分でつけただけで、両方に蓋が使えるんで、これがね、えーっと、えーっ新品買うたやったか中古買うたやったか、5000円ぐらいやったかな、セットで。で、中古でもね、3000円ぐらい、3000円ちょっとでもあったんちゃうかな。はいはい、探してもらったらね、結構いいのが、結構安価で、綺麗し、はいはい、まあ、IH と一緒で、表面がね、熱くなるんで、それだけ注意してもらったら、やっぱやけどとかね、キャンプ行ってやけどしたらね、ほんま半日、じんじんしよるしね。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイアンダーバー70。ジジイは72歳。おきにおやすみ。